動画のご視聴ありがとうございます。以前別の動画で監査ログっていうのが豊雲製品の KViewer で使えるようになりましたよっていう動画を撮っております。まだ見てない方はですね、アクセスしていただけたらなと思うんですけれども、こちら次にですね、フォームブリッジ。豊雲のキントン連携サービスで、フォームブリッジで作ったフォームに情報を入力したら、キントンにレコード保存されるよっていうサービスなんですけれども、そのフォームブリッジにも監査ログっていう機能が追加されましたので、ちょっとご紹介させていただこうかなと思います。まず、豊雲製品ではなくて、キントン、つまりサイボーズの製品にも監査ログっていう機能があります。こちら監査ログの設定、キントン、ガルーン、サイボーズオフィス、メールワイズ、でメール共有オプション、それぞれに様々な監査ログがありまして、どういった操作をしたのかみたいなところを確認することができます。そしてフォームブリッジにもですね、このような形でライセンスを割り当てたよとか、フォームの URL を変更したとか、それぞれの操作に対してログを取ることができるようになりました。サービスの全体ページのところから監査ログを押すと確認することが可能となります。今現在ちょっといろいろとね、ぼかし入れてますけれども、今、KViewer のね、ところを少し見に行ったので、こちらサービスが KViewer。で、ここがアカウントってなってると思います。このような形で、どのサービスかで分かるようになっているので、例えば、フォームブリッジを今から触ります。フォームブリッジの URL を変更しました。するとですね、はい、ここ、フォームブリッジを触ってますよというようなことが分かるようになっております。でこちらでですね、ソートできるので、フォームブリッジだけを見たいと。で先ほどいろいろ触りましたので、フォームブリッジの URL を変えていますよと。Change the Form URL となってますね、ここが。なので、URL を変えてますよってところが見えるようになっております。KViewer も見れる。でこちら、2026年2月18日時点で、KViewer とフォームブリッジで本機能の利用が可能です。で、その後、各製品に広げていくという予定なんですけれども、今動画撮っている時点では、KViewer とホームブリッジだけになっております。注意していただきたいのが、こちらのログっていうのは、契約している環境で閲覧できるもの、ダウンロードできるものが変わってきます。エンタープライズ環境の場合ですね、アカウントページの操作のログ、先ほど僕が見たアカウントってなってるところですね。そこは3年間までは閲覧できます。そして各製品、今回でいくとフォームブリッジとKViewer、こちらも3年間。さらに、CSV がダウンロードできる。今この環境はエンタープライズの環境を使っていますので、ダウンロードができますし、3年間見ることもできる。今が3月なんですけれども、12月、このあたりで多分アカウントを作ったので、12月でも見れるようになっています。でこれが最大3年間までは見れるようになります。次に、ユーザーライセンス。豊雲製品を契約して、複数名で豊雲製品を使う場合は、ユーザーライセンスのご契約が必要なんですけれども、ユーザーライセンスをご契約された場合も、アカウントページのログは3年間。で、各製品のログは6ヶ月。で、CSV はダウンロード可能というふうになっております。その他、ユーザーライセンスを契約されていないであったりとか、お試し環境の場合ですね。その場合は、アカウントの操作ログは3年間見れるんですけれども、各製品の操作ログっていうのは24時間。なので、先ほどのみたいな形で、アカウントに関しては過去のものも見れる。これは全プランというか全環境共通なんですけれども、製品のログに関しては、この12月みたいなものが見えなくて、24時間以内のものしか見えなくなる。ユーザーライセンスを契約していないエンタープライズ環境でもないという方は、24時間以内という形になります。これはですね、例えば自分で操作していて、自分で URL を先ほどみたいに変更してたら、変更したっていうのがわかるので、操作ログの閲覧期間っていうところが、長くなくても問題はないことが多いかなと思うんですけれども、複数名で設定していただく場合は、例えば A さんが URL を変更した。この情報を共有してなかったら B さんはわからないわけですよね。で、なんで変わってるのかなってなってログを見に行ったら、A さんが変えたんだなみたいなとか、変えた履歴が見えるので、そこで気づくっていうこともできる。なので、ユーザーライセンスで複数名の方が豊雲製品を触るってなった場合には、このように各製品の操作ログの閲覧期間も伸びていくというふうに考えていただければなと思います。複数名で触っていて、このログがあったら便利だなっていうところなんですけれども、まずはやはりホームを公開したですね。新しくフォームを公開した。
で先ほど触った URL を変更した。このあたりはやっぱし複数名でやっていて、例えばですね、フォームを公開してます。で QR コードにしてみんなでね入力してもらってる、こんなこともできるんですけれども、それの時に QR コード読み込んだらあれ反映されてないと、 URL が変更されたんじゃないかなってなった場合に、もちろん修正しに行くんですけれども、今のこのログがない場合はですね、誰が変更したかわからなかったんですね。今回のこの監査ログ機能が入った結果、こちらで特定することができます。例えば Change the Form URL、 このアカウントの人が変えたと。でなんでこれを変えたんかみたいな話もね聞きに行くこともできるので、一人やったら自分で分かってますけれども、何度も言うように複数名で触っていくってなっていくと、こういうことがね起きてしまうので、誰がいつ設定を変えたのかっていうふうに確認することは非常に重要かなと思います。どのようなサービスにどのようなアップデート行われるのか、ここはですね、豊雲は製品ロードマップっていうのを公開しています。メールで受け取ることもできます。今回はフォームブリッジに監査ログ機能が追加しましたよっていうお話をさせていただきましたけれども、これからどんどんいろいろとバージョンアップしていきますので、ぜひともですね、この YouTube チャンネルの登録であったり動画のいいね、さらに製品ロードマップの方もチェックいただければなと思います。以上です。ご清聴ありがとうございました。